こんにちは、東京ベジライフです。この動画を撮影している今日1月15日は私と旦那さんの結婚記念日なので、今日は1月15日といういちごの日にちなんで、旦那さんの大好きないちごのケーキをサプライズで作りたいと思います。動画の最後に私たちが夫婦円満で過ごせるように心がけていることもシェアできればと思います。今日のストロベリーケーキは詳細にリンクを貼っておきますが、ミニマリストベーカーさんのレシピを参考にして作っていきます。まずはココナッツバターミルクを作ります。ココナッツミルクは缶の中で分離している場合、温めてよく混ぜ、ダマダマがないようにします。ココナッツミルク3分の4カップにレモン汁大さじ1を加えて置いておきます。次に粉を合わせていきます。今回のレシピはグルテンフリーなので、小麦粉の代わりに玄米の米粉、片栗粉、白米の米粉、タピオカ粉をブレンドしたグルテンフリーフラワーを作っておきます。ところで米粉というと、普通に売っている上新粉はうるち米、白玉粉はもち米から作られているので、欧米のレシピの米粉は何を指すものなのでしょうか。ちょっとわからなかったので、とりあえず今回はバイタミックスで白米、玄米から粉を引きました。このグルテンフリーフラワー 160g にアーモンドプードル 100g、コーンスターチ大さじ2、砂糖大さじ3、ベーキングパウダー小さじ2を合わせ、ココナッツオイル大さじ3を加えます。混ぜ合わせたら、用意しておいたココナッツバターミルクをまとまりやすい硬さになるまで加えながら混ぜ合わせます。200度のオーブンで15分ほど焼き、230度に温度を上げてさらに5分ほど焼きます。焼き上がったら5分ほど冷ましてから切り離してさらに冷まします。その間にココナッツホイップクリームを作ります。いちごは今回奮発してあまおうを買ってみました。盛り付けていきます。生地はケーキというよりビスケットに近い感じですが、美味しく出来上がりました。私と旦那さんは結婚して2年になりますが、その前に6年くらい付き合っていて、で付き合い始めた頃からほぼ一緒に住んでいるので、同居年数は結構長いです。なのでそれなりにアップダウンがありましたし、正直あんまり仲が良くない時期もありました。今は幸いなことにすごく仲良くできていて、で夫婦円満のためにしていることをシェアできればと思います。同じ空間で時間を過ごしていても、お互いがスマホを見ていたりテレビを見ていたり、一緒にいていないようなものということも多いと思います。で共通の趣味というものがあればいいんですが、ないことも多いと思いますし、私たちの場合も共通の趣味というのはこれといってありません。コミュニケーション不足が原因で不仲になる夫婦は多いと思いますが、急にコミュニケーションを増やそうと思っても、いざ会話をしようとしたら何を話していいかわからないということもあるかもしれないですし、どちらかが一方的に喋ってどちらかは聞いているだけという相互なコミュニケーションが取れていない場合も多いと思います。なので私たちの場合は無理に会話をしようとせずに、お互いがポジティブな気持ちになれる行動を一緒に取るようにしています。共通の趣味がなくてもお互いが好きなものが何か一つはあるはずで、例えば2人で好きなジャンルの映画を一緒に見るとか、体を動かすのが好きであったら一緒にハイキングに行くとか、スイーツが好きだったらちょっとリサーチして美味しいスイーツのお店に一緒に行ってみるとか、一緒にいるだけで特に会話にならなかったとしても、自分がエンジョイできていて相手もエンジョイできていると思うと、お互いに楽しい時間を共有できているので、お互いの存在をポジティブに感じられると思います。中には全く喧嘩をしない夫婦というのも存在するらしいですが、2人の人間が一緒に住んでいれば喧嘩はつきものだと思います。で、私たちの場合は以前よく喧嘩をしていた原因は家事分担でした。
で旦那さんは全くと言っていいほど家事をしないので、私は嫌なことだったり面倒なことを私一人がさせられているっていう風に感じて、すごいストレスになっていました。でもそもそも一人でやりたくないからあなたもやってよというと、間違いなくネガティブでしかないですし、自分もやりたくないし相手もやりたくないという風になってしまいます。なので私は考え方を少し切り替えて、料理がめんどくさいって言ってもなんで料理をするのかといったら、しなきゃいけないからやるっていうんではなくて、ヘルシーに食べられるからとか、美味しく食べたいからとか、自炊で節約できるからとか、何かポジティブな結果があってやってるはずなんですね。なのでめんどくさいものでもなるべくポジティブに考えられるようにするのが重要だと思います。掃除も掃除自体はめんどくさくても、掃除した後は綺麗になって気持ちよくなりますし、掃除している時も好きな音楽をガンガンかけながらするとか、エコな洗剤を使って、環境にいいことできてるなって自分に酔いしれたり、家事をポジティブにするようになると、あなたもやってよっていうプレッシャーを相手が感じなくなるので、不思議と自分が気づいたことだったりできることを自主的にするようになります。少なくとも相手が何もしてくれなくても自分のストレスはすごく減っているので、心に余裕ができて相手にもっと優しくできると思います。人間は2人以上いると常に何かを相手に求めるものですね。夫婦の間だと旦那さんに今日は綺麗だねって言われたりとか、お皿を洗ってほしいとか、プレゼントを買ってきてサプライズしてもらいたいとか、今日もお料理ありがとうって感謝してもらいたいとか。でもそうやって相手に何かしてほしいっていう相手からテイクすることを常に考えていると、自分の思い通りにならなかった時にがっかりして相手のことが嫌になってしまうと思います。なので私は相手に何かを求める以上に何かギブできればと思っています。今日みたいに旦那さんにケーキを作ったりとか何かをしてあげるっていうのは結構時間的に余裕がなくて毎日はできないと思うんですが、感謝の言葉をかけるとか褒めてあげるとか、そういったことは本当に簡単で毎日できることだと思います。あれそのネクタイかっこいいねって褒めたり、今日もお仕事お疲れ様ってねぎらったり、小さなことでも言葉に出して相手に伝えることが重要だと思っています。人それぞれ考え方、価値観、育った環境っていうのは違うので、どうしてこうしてくれないんだろうとか、こうなってくれたらいいのにって思うことはよくあると思うんですが、人を変えるっていうくらい難しいことはないと思います。なので旦那さんにここを変えてほしいなって思った時は、旦那さんが私にここを変えてほしいと思ってるんじゃないかなっていうことを考えてみます。そうすると今まで慣れてきたやり方を変えるっていう自分でも難しいことを相手に求めるのもいかがなものかと思えてきますし、お互い完璧な人間じゃないし、自分も自慢できないような癖があるし、しょうがないかっていうちょっと気楽に考えられると思います。So what's the secret to happy marriage? Be flexible. Be flexible and Change your expectations, change yourself. Before you make them change. It's all in the mind. it's all in the mind. Everything is an illusion. Everything is an illusion. Okay. Bye. Right.